ーの72分の1スケール F35A ライトニング2の仮組みを行います。 F35A ステルス戦闘機ですね。そうそう、国内のメーカーからもいくつか出てるけど、今回はアカデミーのキットなんですね。実はタムタムが代理店を降りた時のセールで購入したキット、半額で購入したものを積んでいたものです。日本では同友社に OEM されているキットですね。アフターパーツなどを考えると同友社版を購入した方が安心ね。このキットは MCP を採用しているキット。 MCP は F4 ファントムで触れている。 MCP はマルチカラーパーツの略で多色成形のことね。多色成形と聞くとマッチボックスを思い浮かべる人もいるかもね。マッチボックス、イギリスのミニカーメーカー、1970年代から2000年代にかけてスケールキットも販売していた。ふむふむ。 2,3 色の成形色構成で販売された。必ずしも機体をイメージした配色でないものもあったけどね。アカデミーのキットは機体をイメージした配色なのね。そうそう、塗装しなくてもある程度の雰囲気が出ますね。なるほど。スケールキットの裾野を広げるためなのかな。ところで F35 といえば3種類の型式がありますね。通常離着陸機の A 型、垂直短距離離着陸機の B 型、環状機の C 型ですね。ふむふむ。今回は通常離着陸機の A 型となります。日本のメーカーでいうと長谷川は A 型と B 型を出しています。タミヤはイタレリの OEM 版が A 型と B 型、タミヤオリジナル版も A 型と B 型を出しています。富士見は B 型のみが出ています。同友社は A 型のみですね。国内メーカーも随分と出してますね。海外メーカーはどうでしょうか。同スケールで A 型に絞って時系列で説明しますね。お願いします。 A 型で最初に出たのはイタレリかな。2013年に発売され、2014年にタミヤに OEM された。イタレリは試作機の X35 もキット化してましたね。同年、今回紹介するアカデミーのキットも出ている。 F35 のキットでは古参というわけね。2014年には飛行機の長谷川からも発売された。同年、キティホークからも出ている。キティホークは中国のメーカーね。2018年にイタレリの OEM で PM モデルから発売され、同年アカデミーの OEM で同友社からも発売された。前述通りね。時期が曖昧だけどもサイバーホビーからも出ている。ドラゴンの別ブランドね。2021年にポーランドのミスタークラフトからも出ている。イタレリの OEM ね。ポーランドも F35 の導入が決まってますからね。2023年にタミヤからオリジナルキットで発売されて、同年ズベズダからも発売された。ズベズダはイタレリの OEM ね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは上空を飛ぶ F35 なのだ。シンプルなイラストですね。では中身を開けていくのだ。濃いグレーのランナーが2枚、白のランナーが1枚、黒のランナーが1枚、薄いグレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。飛行試験飛行隊第412試験航空団、2012年エドワード基地第58戦闘飛行隊第33戦闘航空団、2012年エグリン空軍基地422テスト評価飛行隊第53航空団、2012年ネリス空軍基地となる。なるほど。部品点数は110点。72分の1では部品点数が多いですね。ではアカデミー72分の1スケール F35A ライトニング2を始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。部品が多いので座席シートから組み立てる。座席シートは8パーツ構成となっている。細かい作りですね。続いて操縦席の組み立てとなる。座席シートとは別で6パーツ構成となる。全脚庫の上に操縦席を取り付けるのね。そこにケーキパネルを組み込む。ケーキパネルはデカールを貼り付けるのね。操縦席サイドもデカールを貼り付けとなる。パイロットがついてますね。はい、右腕が別パーツとなっている。次はエンジンですね。エンジン奥のパーツの切り出しとエンジンノズルの切り出しを行う。この2つをつなげて終了ね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。このキットは主翼と胴体が一体成形となっている。ふむふむ。胴体主翼は上下分割で2パーツ構成。ちなみにゲートはアンダーゲートとなっている。角化対策ですかね。最初に胴体主翼上パーツの内部を組み立てる。エアインテーク内部や試着庫の隔壁ね。組み込みが終わったら操縦席を挟んで上下に貼り合わせ、貼り合わせ後に細かいパーツを胴体上下に取り付けるのね。
当然操縦席も胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。モールドはどうでしょうか？基本はオーモールドとなる。ただディテールとしての凸表現も多くある。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体の後ろから差し込む構造。特殊な付け方ね。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は左右それぞれ2パーツずつ垂直尾翼の底に胴体との接合ダボを取り付ける。垂直尾翼、水平尾翼ともにスライド金型で抜かれたパーツなのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースだが操縦席の開閉選択ができる。キャノピー全体を前に持ち上げる感じね。キャノピー内側に取り付けるパーツと操縦席全部に取り付けるパーツがある。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで6パーツ構成。タイヤとホイール、主脚の構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前脚ですね。前脚は4パーツ構成。タイヤとホイール、前脚となっている。なるほどね。その他にも胴体に接着するカバーがあるのだ。次はアクセサリーね。アクセサリーは左右主翼下に GBU31 と GBU38 再度ワインダーが付けられる。ビーストモードってやつね。ウェポンベイは開閉選択できる。開いた場合はアムラームを取り付けられる。最後に総評なのだ。今回はアカデミーの72分の1スケール F35A ライトニング2の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？10年前のキットですが最新鋭機のキット。特に難しい部分もなく簡単に形となりました。合わせ目も目立ちませんね。角張った部分が合わせ目となるので目立ちません。塗装にも簡単に進みそうです。ステルス機にしては並走も多く積めますね。模型的にはビーストモードの方が映えますからね。同時期に出た長谷川版に比べると爆弾やミサイルがついているのは嬉しいですね。長谷川版も2019年にビーストモードが出ましたね。イタレリ版はどうでしょうか？イタレリ版はウェポンベイのアムラームはついてるみたいです。その他にもエンジンが再現されているのね。2023年に出たタミヤオリジナルは爆弾やミサイルがついていてビーストモードも作れるみたい。でもウェポンベイの開閉はできないみたいね。アカデミー版は F35A の中では古参キットながらウェポンベイの開閉、ビーストモードの再現など盛りだくさんの内容でお買い得かなと思いました。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。